こんにちは。日本語ポッドキャストラジオです。今日は私が7年以上日本語を教えてきて、その中で日本語が上手だった人の特徴を話していこうと思います。私はこの7年で1000人以上の学生に日本語を教えてきました。本当にいろいろな学生に教えてきました。だいたい18歳以上の人だったんですが、年齢が上の人は60歳ぐらいの人もいました。で、国籍も本当にたくさんの国籍の人に日本語を教えてきました。そうですね。例えば、中国、韓国、ベトナム、タイ、ラオス、フィリピン、ネパール、インド、アメリカ、イギリス、カナダ、フィンランド、もうずーっとたくさん、多分30カ国以上の学生に日本語を教えてきたと思います。で、そのぐらいいろいろな人を見てくると、なんとなく、あ、こういう人は日本語が上手になりやすいんだなとか、あ、この人はこういう特徴があるから、すごく日本語が上手になるんだなっていうのが、だんだん分かってきたんですね。なので、今日は特別にそれを皆さんにシェアしようと思います。はい。まず一つ目です。一つ目は、日本の文化が好きかどうかです。これは本当に大切です。やっぱり言葉、言語って文化とかなりつながっているんですよね。なので、あまり日本語が、そうですね。例えば、日本の文化が好きじゃないけど、日本語を勉強したいとか、そういう人は、ちょっとね、日本語の、上達も遅くなると思います。あまりいないんですけど、でも、日本にお金のためだけに来るとか、でお金のためだけに、日本語を勉強するみたいな人もいるので、そういう人よりは、やっぱり日本の文化が好きで、日本のことをもっともっとよく知りたいから、日本語を勉強するとか、例えば、私はアニメが大好き。だから、そのアニメを日本語で、見たい、聞きたいっていう人がいます。で、そういう人の方が、もっともっと早く日本語が上手になりますね。うん。で、逆に、例えば、私が、その学生に会って、で、その学生がもうすでに日本語が上手な時があるんですね。他の学生よりもすでに日本語がかなり上手なんですよ。で、私が、どうしてそんなに日本語が上手なんですかって聞いたら、だいたいそういう人は、自分の国にいる時からアニメをたくさん見ていましたとか、あとは日本のテレビ番組が好きでずーっと見ていましたっていう、人が多いですね。うん。あとはネットフリックスを本当にたくさん見ましたとかね。うん。で、そういう人は、聞くレベルリスニングの力だけじゃなくて、
スピーキングの力もすごく高いんですよ。で、私はいつも、疑問に思っていましたね。だって、アニメとかドラマって聞くだけじゃないですか。だから、話す練習はあまりしないと思うんですけど、でも、そういう人は話すのも上手なんですよ。で、やっぱりこれって人間の、言語を習得する、プロセスなんだなって思ったんですよね。だって、私たちが一番最初に、言葉を勉強するときって、何か文字を書いて勉強してたわけじゃないですよね。1歳とか2歳の時、赤ちゃんの時に、お母さんとかお父さんの言葉を聞いて、耳から勉強していますよね。まあ、勉強というか、自然に覚えていってるんですけど、で、やっぱりそれって、他の言葉を勉強するときも、まあ、役に立つというか、やっぱり言葉は耳から勉強するっていうのが自然な流れなんじゃないかなと思います。なので、この日本の文化が好きで、日本のドラマとかアニメとかテレビ番組をたくさん、聞いたり見たりする人は、だいたい日本語がとっても上手になります。うん、そう。あとは、本も大丈夫ですよ。たくさん日本語の本を読んでいますっていう人もすごく上手ですね。うんうん。だからたくさん読む、たくさん聞くっていうのはすごく大切なことなんだと思います。まあよくね、新しい言葉を勉強するときに、ノートに文法をまとめて、で、その文法を、書きながら覚えるっていう人もいますが、やっぱりね、それはまあね、効果はありますけど、たくさん聞く方が大切なんじゃないかなと思います。うん。そうそう。はい。ね、それが一つですね。はい。あとは、本当にね、いろいろな国の学生に教えてきたということで、その国によってちょっと違うことがあるんですよ。っていうのも、その人の母語によって、その日本語の勉強の難しさが違うんですよね。そう。やっぱり、中国人は漢字がわかるので、日本語を読むのがとても上手ですよね。うん。でも、漢字がわかるから読むのは上手だけど、話すのは、まあ、他の国の人よりも上手じゃないことが多いんですよね。そう。で、逆に、話すのが得意な人もいるんですよ。そう。それは、例えば、そうですね、韓国人とかが、日本語の話すのは、上手かもしれません。っていうのも、韓国語と日本語は文法が大体同じ。大体同じっていうのは、文の順番、文法の順番が、日本語と韓国語は似ているので、例えば韓国人が頭の中で一つずつ韓国語を日本語にして話せば、それがそのまま日本語の文になるっていう、とても便利な方法があるので、それで話したら、それが日本語になるということで、話すのが上手になるんだと思います。うん。
そうですね。あとは、いろいろありますよ。うん。ちょっと、これは、その言葉も関係しているんですが、その人の性格もあるんですよね。うん。そう。これはね、ちょっと話すのが難しいんですけど、ね、100% じゃないんですけど、その国の、国民性って言うんですけど、国民性っていうのは、その国の人の性格ですね。うん、これもありますね。うんうん。例えば、ネパールですね。ネパールの人たちは、話すのがとても大好きです。たくさん話します。うん。あとは、フィリピンの人たち。フィリピンの人たちも話すのがとても大好きです。うん。だから、そういう人たちは、すごく日本語のスピーキングが上手になりますね。うん、そう。でも逆に、日本語の、読む、のとか、あとは書くのがちょっと苦手な人が多いかもしれません。これは、全員がそういうわけではないので、もちろん、例えば、フィリピン人でも、ね、話すのが苦手で、書くのが上手、読むのが上手っていう人も、ね、いるとは思いますが、でも、やっぱり、フィリピンとか、ネパールの人たちは、話すのが上手な人が多いんですよ。うんうんうん。で、逆に、その、日本人の国民性もありますよね。これはちょっと日本語の勉強とは関係ないんですけど、日本人はちょっと恥ずかしがり屋な人が多いので、そうですね。私も日本人なのでわかりますけど、例えば、中学校とか高校の時に英語の授業がたくさんありましたが、その英語の授業の時に、英語を話すのがちょっと恥ずかしかったです。これは日本人だったらみんなわかると思うんですが、先生の英語をリピートしてもう一回言う練習があると思いますが、その声が日本の学校はとても小さいと思います。そう。例えば先生が、ね、アポー、ね、で、それで、生徒が、アポー、ね、アポー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 、ね、って言って練習する、ね、のがありますが、その、先生の声は大きいですよ。アポー。で、その後、30人ぐらいの日本人の声が、アポー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 ってこういう感じで、とても、ね、30人ぐらいいるんですけど、とても小さい声になるっていうことがありました。でも、これは、その国民性なので、しょうがないとは思うんですが、ね、そういう国民性っていうのもあるので、すごく面白いなと思います。うんうんうん。で、さっき私が言いましたが、その、人の、最初に勉強した、最初に、ゲットした言葉によって、その日本語を勉強する難しさが違うと言いましたが、アメリカ人、イギリス人とか、最初に英語が話せるようになった人にとっては、日本語はとても難しい言葉ですよね。で、これは逆に私は日本語が最初にできるようになったので、英語を勉強するのがとても難しいですね。そう。全然違う言葉ですから、それはしょうがないんですけど、これは、そうですね。
やっぱり言葉の、文字も違いますし、あとは、使っているね、言葉、ね、日本語の言葉は本当に英語の中にあまりないので本当に難しいと思いますし、文法も全然違うし、発音も全然違うし、そう、全部違う。そうそうそう。だから例えばそれがね、中国人だったら、ね、漢字がね、大体同じだから、違う漢字もあるんですけど、同じ漢字もあるから、それはとても、簡単ですよね。とか、あと、発音だったら、韓国語と日本語も発音はちょっとね、似ています。で、違うところもあるんですけど、そこが違うかな。うん。あとは、スペイン語とかポルトガル語だったら、日本語の発音とちょっと似ているところがあるから、それはね、とてもいいですよね。うん。でも、英語と日本語、これは全然違いますね。そう。だからそこも難しいですよね。うん。難しいですけど、でも、それは面白いですよね。うん。だから、その全然違うところを楽しみながら勉強するっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。うんうんうん。そう。はい。ということで、私がたくさんの学生を見てきて、思ったことを今日話してみました。はい。ということで、今日はこれで終わりにしようと思います。皆さんも何か考えたことがあったら教えてください。はい。じゃあ今日はこれで終わりです。さようなら。